ゾワッとする展開。宇宙って月と太陽以外何もないじゃないですか。アンデッド・アンラックの世界では星って概念がなくて夜空に見えるのは月だけ。現実と同じ世界だと思ってたら全然違う世界観だと判明するのゾワゾワするよね。ウマ娘。それは別世界に存在する名馬の名と魂を受け継ぐ少女たち。現実世界の馬は存在しないウマ娘世界。だから馬という漢字の成り立ちである4本足の点々は2本足になってる。お金って何？ドラゴンクエストビルダーズ2にはお金がないとかそういうのか。当たり前のようにお金が出てこない作品だったけど、お金がないのが当たり前だったとは思わなかったよね。パラディ島には猿がいなかったから。獣の巨人を見ても壁ない人類は猿みたいとは言わなかったな。新ウルトラマンも怪獣という概念がなく、当然怪獣映画も存在しないという世界観だった。特撮マニアのキャラが出てくるけどコレクションがサンダーバードだったりとか。ポケモン世界の現実の生物、動物の存在が公式から消されている一方、植物はポケモンじゃない植物が当たり前に存在するんだよな。星新一先生の白い服の男。戦争に関する情報が徹底的に隠されている世界。新エヴァの世界はセカンドインパクトの影響で海洋生物が絶滅状態だから、その世界の住人は魚というものを一般的に見たことがない。当時たちが厳重に殺菌されないと入れない研究施設で生きてる海洋生物見てすげーってなってたな。ちょっと違うかもだが、アニメのハガレン一期で泉が西暦キリスト暦と呼称について言及した時にエドが困惑してたシーンを思い出した。錬金術の存在が広まったせいで宗教関連の歴史が大きく変わったのだろうけど、西暦が使われてないのは驚いた。キリスト教が廃れた設定らしい。ラスボスも神が一人とかくだらない宗教が昔あったのよとエドに愚痴ってたシーンあったはず。ドクターストーンだと逆に文明が滅んで数千年後の世界なんだけど、桃太郎の話が残っていたり、名字という存在を知ってるキャラが出ることで21世紀から文化が残って伝わってることが示唆されたりする。元気？聞いたことのない言葉じゃがなんだか気持ちのいい響きだ。黒のトリガーよりタイムスリップで未来の世界にやってきたが、そこはある厄災で世界が滅び荒廃しきっていた中で人類がかろうじて生き残っていた時代。絶望しきったその世界では元気という言葉や意味すらも忘れられていた。この世界に存在しないものを向こうの世界の人が知っていて、それで自分と同じ世界から来た人間だと見抜く展開とか好き。ドラえもんの映画でその展開があった。あるキャラが数百年前の時代に存在しない不思議の国のアリスって言葉を口にして未来人だとバレた。異世界居酒屋ノブでも異世界の客はとりあえず生と注文するが、とある客がとりあえず生をと注文し、異世界人ではなく日本人だと店側が気づいたシーンがあった。獣フレンズは動物が人化してる世界だけど、人間がいなくなってるため人間って何？な世界だった。文明が吹っ飛んでるから一般フレンズはいろんな概念がなくなってるんだよな。クイズを読んだ子に対して「それ読めるの？」じゃなくて「突然何を言い出すの？」だからガチで文字という概念が消失してる。プリンタニア、日本は一度文明が滅びてる未来世界だから失われた文化がちょくちょくある。作中で新しく採掘されたレシピとしてピザが出ていた。ナチス。かつては存在してたパターンだけど、現実に実在する概念だけでなく架空のものも混ざってるのよいよね。字だけで絶対やばいと伝わる。いじめ対策に英語ってよく言うけどさ、いじめっ子も英語やってたら意味ないよな。俺の知ってる英語じゃねえな。外国語としての英語はちゃんと存在します。なおさらややこしいわ。馬と言われてこれが出てきて主人公が驚いた歌われるもの。FF8 はライオンが実在しない世界なんだっけ？バラムガーデンとの決戦前にリノアにライオンのアクセサリーを渡す時に想像上の生物と言ってた。街角魔族の魂。いや6巻までの段階だと普通に読解したら、この世界では魂が魂って名前なんだなって考えるじゃん。まさかファンタジーな魂と別個に現実と変わらない魂が存在していたなんて予想できなかった。大地ってなんだ？存在はしているが見たことのある人類はもはや存在しないので、それが何なのかわからない。ブラムだと壁がないのはどうしてだってのもあった。実際はものすごく遠方に壁は存在してるんだけど、密集した建築物が延々と続く世界のため遠方のものが見えないって概念がなかった。スレイヤーズではサイが未確認生物扱いだった。その特徴を聞いたリナはユニコーンみたいなものをと考えた。ストライクウィッチーズの世界もいろいろな概念がないんだよな。大日本帝国じゃなくて不走行国だから日本という言葉もない。ローマ帝国がかなり長い間続いたみたいでキリスト教もない。
隅っこ暮らしの映画魔法の子だと、月に住む魔法使いたちは何でも魔法で叶うから将来の目標としての夢がわからなくて、夢って何と不思議がってた。アナザードあって少女漫画で野菜嫌いな子がお菓子が主食になってる平行世界に転移したら、その世界には野菜が存在しないってあったな。覚えてる。その世界の住民は環境に適応してお菓子で生きていけるけど、主人公は体がボロボロになってくんだよね。ドラえもんでものび太がもしもボックスで〇〇がない世界を作る話があるよね。画像はお金のいらない世界。みんなでお金を押し付け合うんだって。〇〇がないことで根本から概念が変わるんだろうな。ディズニーツイステッドワンダーランド。この世界はハロウィンは祝うのにクリスマスが存在しない。存在はするけど主人公のいる国では浸透してないとかは違うかな。現実世界では海外にも和食を食える店はあるけど、ハンターハンターの世界では存在しないのかもしれないな。しかも海は全部塩水なんだって。壁の外への興味はタブーとされていたから、進撃の壁の中の住人は結構いろんなこと知らなかったよね。こりゃ缶詰か。なんだこの文字は。俺には読めない。海水魚がいないからニシンも存在しないし、缶詰もおそらくマーレから持ち込まれたものだから壁内には存在しないんだよね。平成ガメラの世界の住民はガメラを見ても誰も亀の怪獣だと思わない。なぜならこの世界の亀は超古代文明が行った環境破壊や生物兵器化によってはるか昔に絶滅していて、一般市民は亀なんて知らないから。神ってそれ何のことですか？タイトルの通り神様の概念が隠匿されてる世界のお話。地球ってなんだ。こういう話題は彼方のアストラが思い浮かぶ。慣れ親しんだ彼方たちが急に得体の知れない存在に見えてくるのゾッとするよね。下ネタという概念が存在しない退屈な世界。ただし最初から下ネタが存在しない世界ではなく、下ネタやポルノが弾圧で世の中から消されてその存在を知られなくなった世界。創生が中途半端に終わってるので、大地も空に浮かぶ島という狭い範囲でしか存在せず、飛べないと違う島に行けないので各島単位でかなり環境がおかしいグランブルーファンタジー。実は島の遥か下には大地もちゃんと存在していた。アークナイツは人類が空にも海にも進出してないから、普通の人間は世界という言葉を知らずに大地と呼んでいる。亀がいないとか馬がいない世界の歴史って現実とどう変わっていくのか興味がある。ウマ娘の世界は楽し即動物はいるみたいだから、それが代わりになってるかも。現実世界で誰もが知ってる概念が意図的に隠されてる世界って漫画やゲームですごくワクワクする展開だ。こういうのすごい好き。なんでこのキャラが知ってるの？的な展開はもっと好き。公式だけどなんか変。じわじわ来る画像を集めた動画も面白いです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。